ハイテックインターナショナルシニアコンサルタントの柴野です。今回のハイテック YouTube チャンネルのテーマは、なぜ失敗するパラメータ設計です。パラメータ設計の失敗する原因と対処法について皆さんにお話ししたいと思います。失敗するケースとして3つ今回は挙げました。1つが確認実験が再現しない。2つ目が期待した改善効果が得られない。そして3つ目が実験に時間とコストがかかる。この3つのケースについて、その原因と対処法についてお話しさせていただきます。まず、確認実験が再現しないという失敗。かつて田口源一博士は、パラメータ設計は確認実験で再現性がなかった時にこそ意味があるとおっしゃいました。でも、我々技術者にとっては、時間とお金をかけて実施したパラメータ設計が最後に再現性が得られなかったらやはりショックですし、きちんと再現性を確保して仕事を終わりたい。これが心情ですよね。その原因について考えていきますと、この2つが挙げられます。まずは、制御因子間に大きな交互作用がある場合。2つ目が、想定外の誤差因子、実験環境に差があった場合です。ちなみに、再現性の目安としては、利得の差がプラスマイナス3デシベル以内、あるいはプラスマイナス 30% 以内としているケースが多いです。この範囲を超えた場合が再現性がなかったときということになります。再現性がなかったときの対処として2つ挙げました。まず対処法1です。こちらの方は基本的な対処法というふうに考えてください。4つあります。まず評価特性の見直しです。可放性のある評価特性が選ばれているか、それを確認します。2つ目が制御因子の種類と水準を見直すことです。交互作用出やすい制御因子、あるいは水準値になっていないか、これを確認します。3つ目は、触光表実験のテクニックを利用することです。交互作用が出にくいテクニックを利用しましょう。4つ目は、誤差因子への対応です。実験環境をきちんと調査しましょう。この4つが基本的な対処法ということになります。実験環境を整えて制御因子間の交互作用を小さくする。そうして実験していくことが重要です。この対処法1はどちらかというと、パラメータ設計を実施する前に確認しておくことをお勧めします。その上で、対処法2として2つ皆さんにご紹介します。実験の方法が違うと対処法も変わってきます。まず1つ目、パラメータ設計を実物で実施した場合ですね。この時は、最も良い結果の実験条件を採用してください。そもそも実物で実験しているわけですから、制御因子間の交互作用をそれほど気にする必要はありません。最も良い実験結果を採用した上で、結果の再現性が確保される許容差、交差、これを設定しておけば OK です。2つ目は実物ではなくて、シミュレーションや CA 技術を使った場合の実験です。この時は、実物とは違うモデルで実験をしていますので、制御因子間の交互作用はある程度留意しておかなければなりません。したがって対処法としては、制御因子の変化幅を小さく再設定してください。その上で、逐次実験、繰り返し実験を実施していきます。対処法には、対処法1をきちんと踏まえた上で、どういう形式で実験したか、それによって対処法を選んで実行していただければというふうに思います。これが確認実験が再現しなかった時の原因と対処法になります。続いて2つ目の失敗のケース。
期待した改善効果が得られなかったときです。原因としては、有効な制御因子が選定されていなかったということがまず挙げられます。それと、パラメータ設計の実施の時に設定した基本機能の定義が間違っていたということです。自分たちが期待した成果に直結していない基本機能、これで改善してしまったということですね。対処法としては、まずは制御因子の抽出、ここに戻っていただきたいと思います。様々な知識や経験、これを総動員して、知恵を絞り出してですね、有効な制御因子を抽出するということです。その時には、マロニのような QFD、あるいはトリーズという、こういう手法を活用することをお勧めしたいというふうに思います。3番目は、基本機能の見直しですね。この時には、機能展開、QFD ですね。これを使って、基本機能というものの洗い出しをもう一度やっていただければというふうに思います。期待した効果が得られない時には、このような対処法に戻って、もう一度考え直していただくということをお勧めいたします。3つ目の失敗のケース。実験に時間とコストをかけてしまったということです。再現性も確保できましたし、さらに期待した通りの結果が得られた。だけど、そのために多大な時間とコストをかけてしまった。こういうことですね。これも失敗と考えて良いと思います。その原因は3つ挙げられます。実物、試作も含めてですけれど、あるいは量産装置で実験している。2つ目は評価特性。寿命や劣化といった時間やコストのかかる評価特性を使っている。3つ目は大規模な直行票で実験した。この3つが原因として挙げられます。対処法としては CAE、シミュレーション技術の活用、あるいはラボ装置での実験を検討してください。2つ目は評価特性としては基本機能を利用することです。3つ目としては、大規模な直行票ではなく、実物実験で実験されるのであれば、近直行票、あるいは欠番法の利用をお勧めいたします。最後、まとめです。パラメータ設計を失敗しない、成功するためのポイントとして6つ挙げました。まずは、実験環境の整備です。予期せぬ誤差因子、そういうものが実験の中に入らないようにする。これが1つ目です。2つ目、CAE やテストピース、ラボ装置を活用することを検討してください。やむなく実物実験を行う場合は、近直行票、欠番法で実験していきましょう。CAE、シミュレーション技術を利用する場合は、逐次実験、繰り返し実験を考えてください。期待した効果を得るためには、制御因子の数と質が重要になってきます。そのためのテクニックとして QFD、トリーズの利用を検討していただくのが良いと思います。この6つの成功のポイントをしっかりと実施することで、パラメータ設計は成功に導かれると思いますので、皆さんぜひ覚えておいてください。以上で YouTube チャンネルを終わります。